タクシー拾いましたね。お疲れ様です。お疲れ様です。僕の家じゃあ向かっていきますか。お願いします。お邪魔します。はい。いやザクレイさんとビエラさあ、この1回だけね、ちょっとだけ会ったことありますけど、ちょっとだけ、でもお久しぶりですけどね。それも本当にめっちゃあれ前だし、その時もなんかザクレイさんじゃん、ビエラさんじゃんしか喋ってないから周りに友達いたんだよ。3年前とか多分ぐらいだと思う。あんな前か。でも確かにそうだわ。僕はねめっちゃ昔から知ってるけどね、当たり前に。知ってました？どれだけ前から知ってんだろうね。僕も知ってますよ。知ってる。何で知ったんですか？何で知ったんだろう。でもザクレイさんってさ、スマブラマジ昔からなんか最強で、なんだろうね、スマブラってポケモンよりなんかその非公式大会がめっちゃ活発だったりとか、海外大会とかも活発で、なんかその度にザクレイ勝ってるみたいな。だから本当ザクレイさんがなんかスマブラ界で強いっていうノリが出てきた時にはもう絶対知ってると思う。結構前か。めちゃくちゃ前から知ってて、なんか一番スマブラ界でなんかファンが多いというか、もう本当にスマブラといえばザクレイぐらいのイメージがあるわけなんだけど、今でも似たような感じですけどね。似たような感じ。一応昔ポケモン触ってたこともあったし、結構動画勢だったんで。そうなんだ。がっつり名前はやっぱなんか特になんか詳しくは知らなかったんですけど、なんかやっぱでもそれこそだって何年前ですか、大会優勝したのとかって。僕が優勝したのも2015だからね、11年前とかなんじゃそんな前。いやだから前だよ俺。俺もだからもうガキンチョだったらそんぐらいの時なんてまだ。確かに。いやそうか。てかなんかもう若いイメージあるわ。なんか僕のイメージはなんかめっちゃ若いのにめっちゃ強いみたいな、なんかとんでもないやつが現れたみたいなイメージあるね。今何歳ですか？僕今年25で今24ですね。マジで？だって若すぎんだけど俺33だからさ。33っすか？だいぶだって小学校学年かぶってねえじゃん。いや2015に優勝したらそんなもんっすよじゃないですか。さすがに本当に高校生とか中学生じゃん俺が優勝した時。そんなレベルなんだ。そう。2015でしょ。11年前でしょ。9年。20じゃあ10やばくない？やばいっす。25でしょ。だからほんと14とか15とかなわけでしょ。僕だったら競技始めたの2017とかですからね。そうなの？そう。そうなんだ。そうだから全然マジか。その感じなんだね。俺の方が。へえ。本当にザクレイイコール強い、今も強いみたいなイメージめっちゃあるから、本当話すことなんかもう無限ぐらいあるんだけどね。いや何から話していくか。マジ何から話すんだろうね。いや本当に喋りたいことねいっぱいあるんだよね。いやマジで知ってはいたからな。本当にポケモン俺も好きだからな。ポケモンね、スマブラもポケモンめちゃくちゃ出てくるからね。出てきますね。ポケモンのキャラ別に使ってるイメージないの。いや使ったことはないですね。使ったことないんだ。使ったことはないっす。でもなんか何でも使えるみたいな感じじゃん。なんかザクレイさんなんかめっちゃ持ち替えてさ、なんか固定のやつなくてもなんか強いみたいな。遊びではもうほぼ全キャラ使えるんで、もちろんね触れますけど、メインでやったことないですポケモンのキャラは。そうか。なんとか戦みたいな人ってスマブラ結構多いイメージあるけど、ザクレイさんは何でも持てるみたいな感じで、俺逆にスマブラマジ全然やったことなくて。ないんすか？もちろん小学生の時とかね、全然やったり持ったりしてたんだけども、でも最新作とか1秒もやったことないし。そうなんだ。そうなんだよ。そう。でもなんか大会シーンとかは結構、なんか見たりはねしたりとか、友達がやってたりとか、なんかそういうのあるんだけど。そうね、結構お互いになんか割と被ってるじゃないけど、多いっすよね。もうなんか友達にポケモンやってる人が多いし。そうなんだ。ポケモン界隈も多分サバられてる人多そう。いや多い。なんかうちのね、なんか一緒にチームやってるやつとかもなんかスマブラ結構やってて、なんだろう、結構やってたよ。なんか前ね
プレイ時間とか見たらなんか3600時間とか書いてあったから、それはやばいね。結構やってるなって。それはやばいっすね。3000。でもガチ勢じゃないですか。なんか VIP みたいなさ、なんかそういう概念あるじゃん。いや、俺詳しくないんだけどね、あります。全キャラ VIP がどうのとか言ってたりとか、それはすごいな。してたけどね。まあでもなんかプロに比べれば俺はカスだみたいなこと言ってたりとかしてたりとかしてたけど、まあ結構うまいとは思うけど、やっぱり結構プロとはレベチでなんか差があるとは言ってたね。さすがにね。さすがにポケモンも一緒じゃないですか、さすがにそれは。いやそうだけどさでもなんかなんか俺スマブラとかなんかスマブラマジさ、なんか反応速度ゲーとかもあるじゃん。ポケモンってさ、別に制限時間の中でボタン押せばいいけどさ、確かに、結構フィジカルはありますね。結構努力じゃどうにもできない才能の部分とかも絶対あるだろうなってかなり思うんだよな。だから強いやつめっちゃすげえなって思う。いや、ポケモンはポケモンでむずいと思いますけどね。僕一応遊んだことあるんですけど、もう心折れそうだったんですけどやっぱ逆にやっぱどうにもできない部分も一応あるし、あとやっぱりなんだろうな、難かったな。一応本当にちょっとだけ真面目にやったことあるんですけど、差異は感じなかったですね。一応そこまでやり込んだわけじゃないけど、まだ子供の頃だったしね。それで言うとね、僕はポケモンはさすがに差異あるんだけど、さすがに確定で差異はあるんだけど、でも多分ね、その反応速度ゲーはもうマジで無理で、なんかスプラトゥーンあるじゃん。やったことありますよ。一生の大会に出たことがある説あるんだよな。あれなんか多分ザクレイさんも出たんじゃないかな。なんか名前出していいのか分かんないけど、多分出していいのかな。カラマリフェスとか、なんかそういう感じのやつとか、そんな感じのやつは出たことありますね。いたんかな。そういうやつで、もうなんかなんだろうね、プレイ時間の割にめっちゃうまいみたいな。なんかハイドラとか使ってなかったの。使ってたっす。よく覚えてるっすね。そうなんかもうスマブラとかユナイトもうまいじゃん。やった僕は何のゲームも基本やったらうまくはなりますね。やばくない？かっこいいな。なんかな、俺ポケモンうまいけど、それ以外も本当にもう全部微妙だもん。なんかやったらうまくなるんじゃないですか。いやマジ反応速度ゲーは無理だわ。スプラトゥーンもスマブラもどうせ無理だし、ユナイトも絶対無理だな。座学っすよ、言うて。座学なんだ。座学っす。ポケモンあんだけうまい頭あったらさすがにできると思いますけどね。いや座学ね。あかんかな。いやめっちゃ下手なわけじゃないけど、やっぱりね、トップレベルとかはもう全然無理だけど、本当にだってさ、ユナイトでもさ、ザクレイさんめっちゃ強かったじゃん。なんか1年目はやってましたね。めっちゃ強かったじゃん。なんか本当に日本代表いけるレベルだったけど、なんかね、事件とかもあったみたいだけどあの頃っすね、俺らが知り合ったのもね。そうだね、確かにそれぐらいかも。そうなんですよ。なんか世界大会出れるレベルの強さしてて本当にすげえなって。なんかあの時はスマブラ若干やってなかったのか。そうですね、1年休止みたいな感じで、集中してやってましたね、ユナイト。めっちゃすげえなって思ってた。スプラトゥーンも短い時間で上手くなるしって、本当に才能ってこういうことかってね。めっちゃやるっすけどね、プレイ時間。いややるにしてもうまいでしょ、さすがに。ハマるとやっちゃうんですよね。でもね、そうだわ、俺もさポケモンはさ、なんかめっちゃハマったらやり続けるというかさ、なんか特に子供の頃とか、そうだね、大学生の時とかもう獣のようにずっとやってたからさ、そうハマったらやるじゃないか、めっちゃやってて、それのおかげでかなり強くなったというかね、ほんとがむしゃらな心が大事っていう風には思ったけどね。ずっとやってるイメージはあるっすね、実際。俺もなんか今それこそね、ポケモン熱いけど、配信とか結構見に行ってるんでそうなんだ。いやマジ見に行ってるっすよ。やっぱ動画勢なんで、ちょっと動画勢としてやっぱビエラさんの配信見に行かないとねそうなんだ、いつの間にか監視されてたんだ。恥ずかしい。そうなんだよね、実は。なるほどね。情報を仕入れてやっぱ、本当に動画勢なんでやばいっすよ。やってないくせにペラペラ口だけで達したので、もうやばいっす。なるほどね。そういうのはポケモンにも興味あるんだね。そうそう、本当に昔ちょっとオーラスの時にちょっとだけ触ったことがあるぐらいです。
マジか。オーラスはもう僕が世界優勝した時のタイトルだから。激アツのね。その激アツのタイトルなんだよ。そうかそうか。まあ、ザクレイさんってさ、なんかスマブラってさ、年に1回の世界大会ではないじゃん。なんか多分そうですね。なんだろうね、いやほんと素人知識だけど、なんかエボだとかさ、なんかそういう、なんか名前のやつなんだけど、その世界大会、実質世界大会ですみたいなやつとかでやっぱ優勝したことがある？まあ1回ですけどね。そうなんだ。あります。なるほどね。大体まあほんとデカめのやつは、まあ、年に 3,4 回はあるんですよ。あ、3、4回もあんだ。3回ぐらいかな、はい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 。ありますね大体。なるほどね。その時何使ったの？その時はロボットとジョーカー、はい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 。あとウルフを使ってたんですね。あ、そうなんだ。本当にまだ 1,2 年目とかあったんで。あ、そうなんだ、ね。もう 5,6 年前とかになっちゃうんですけど。かっこいいな。うちの友達もザクレイファンいるからな。なんかもうザクレイとタクシー一緒に乗ったよっつって自慢しとくわしかも俺ん家に一緒にタクシーで行ったんだっつって、教えてもらわないといけないからね、ゲームをなるほどね。最近はなんか最近もさ、なんかユナイトで一瞬休んでたけど、復帰したら即まためっちゃ強いみたいな。そうですね、復帰してずっとやってたんです。ずっとやってて、また最近ちょっと休んでるって感じなんですけど、今。最近休んでんだ。そうなんですよ。じゃあ最近何やってんですか？いや、またちょっと配信とか、イベントとかにちょっと力入れていこうかな。あ、そうなんだ、なるほどね。まあ配信者だもんね。動画とかね、配信とかでやってるイメージはすごいあるけど、やっぱね、ゲーム遊んでる時じゃ生きてはいけないですよね、ちょっと我々もね。まあそうだよね。わかるよ。だって俺もね、大会とか年に1回、世界大会年に1回しかねえし、まあオフシーズンとかも半年ぐらいそうっすよね、あるんだよね。だからその大会だけでってやっぱり生きていけないからね生きていけないですからね、だから配信とかね、そういう活動してまあなんとかいけるっていう感じになってるけどね。もうそれこそ長いですもんね。だって配信とかも結構配信もね長い、言うて長いかもね。でもう7年目6年目ぐらいですけど、もっと長いですもんね。だってどうなんだろう。まあそうかもね。2016ぐらいに動画出したのかな。最初の方はあんまガチってなかったんだけど、2019ぐらいからそこそこ動画上げてるから、まあでも6、7年とかは結構ちゃんとやってんのかな。上げ始めて10年、ガチり始めてから7年、みたいな感じか、ね、ほぼ先駆者みたいなとこあるんですけどねゲームポケモン、確かにポケモン界隈だと僕はなんだろうな、なんか目立ちがちっていうのも自分で言うのもあれだけどなんかまあ調子乗りがちではあるからね。なんかまあ目立ってはいるよなって似たようなもんですよ、こっちいうふうに思うけどザクレイさんとかなんかなんだろう、視聴者に怒るとかさ、マジレスするとかさ、なんかそういうイメージあるわ。なんかまあそういう日もありますねそうじゃない日もありますけどイメージ強いんだけどね。まあ俺も結構ね動画とか配信とか見たりするんだけど、そうザクレイが視聴者に怒るとかなんかそういうイメージがなんかあるんだよな。逆にないんですか、グレイさんは。もうポケモンなんてやつやばいでしょ、もう、先生おじさんみたいなコメントを絶対多い、いや意外とそんないないんだよ。意外といない。いや意外といないんだよな。多分なんだろうな、多分ポケモンってさ、なんか卓が結構無限で、かなり上手くないとなんか全部見えた上でなんか指摘みたいな結構しにくいというかさ。いやまあそうっすね、確かに。もしかしたらビエイラは今、まあ、結果的には失敗したけど、なんかもっと俺が分かんない何かを想定してた結果なんじゃないかみたいな、なんかそういうのがあるから多分あんま叩かれにくいんだよ。へえ、そうなの。てっきり結果論おじさんみたいなのがめっちゃ出てくるのかなと思ってたけど、結果論おじさんね意外といないからね。結構まあなんかそういうストレスとかはあんまないからね。実際見ててもマジやばいからね、プレイング。素人目でも、何考えてやってるのか分かんないもんまあ謎に満ちてるから叩かれづらいっていうのはあるかもしれないけど、まあ、視聴者に怒るってことはなんかその逆鱗に触れるじゃないけど、なんか鬱陶しいことを書かれるってこと。いやまあ怒ってはないですよ。
怒ってないんだ。怒ってはないです、うん、やっぱそのねやっぱかわいそうじゃないですか。やっぱ嫌なコメントあった時に、うん、ちょっと嫌だなっつって消したりとかさ、無視したりとかかわいそうじゃないですかかわいそうって気持ちあんだ。わざわざやっぱコメントしてくれてるわけですから、だったらやっぱね、まあこっちが綺麗に返すかは置いといて、やっぱ触れてあげた方がやっぱ嬉しいかなみたいな、配慮ですよねやっぱり。配慮なんだ。配慮ですよ。無視するぐらいならそう怒るんだ。怒ったことはないですけど怒ったことないんだ。ほぼないです。僕もあんま怒んないけどな。なんか怒ったふりは結構したりするけど。そう似たような感じです。似たような感じか。そうっす。偽で怒ってる。そうなんですよね。感じか。なるほどね。もちろん。そうか、配信もしていかないとね。配信者さん結構多いっすよねそれ。そうだね。だからその偽怒りね、中にはなんかもう絶対本当に怒ってるやんみたいなやつあるけど、偽怒りっすよ、そういうねことはやっぱりついてくるような配信者だと、俺もたまにガチでイラつくこともたまにはあるけどね。そうだね。なんか最近は海外の大会とかあんま行ってないんですか？海外の大会はねしばらく行ってないですね。もう1年ぐらいは行ってないかな、おそらく。そうなんだね。海外とかってね大変じゃないか。海外何回行ったことあります？12回ぐらいなのかな。結構行ってるな。そんなに行ってるんだ。なんかそう結構行ってんだよ。行ってるっすね。多分それくらい行ってんじゃないかな。なんか年に1回世界大会があるのと、あとはなんか世界大会以外にもなんか日本人も別に行っていいよみたいな公式大会があって、そこで勝つとトップ4だと世界権利もらえたりとか、優勝したら世界権利もらえるみたいなシステムに最近なって、なんかそういうのでね行ったりとかしてるから、多分、逆にその 2,3 年前ぐらいからその制度導入されたから、最近行き始めたから回数も増えたんだけど。でもそんだけ行ってんのすごいな。別にこっちはなんか行こうと思えば行けるんで、その普通に乗っていくだけなんですけど、そっちは多分なんかその権利みたいなのもあるじゃないですか、公式大会。そうだね。どうだと権利とか賞金とか。すごいね、それだけ行ってるのは。いやかなり大変だからな。なんか世界大会の権利を取るのがめっちゃむずくてね。いやそのイメージあるっすわ。いやもうめっちゃむずいの、一発勝負だしね。なんかスマブラって結構実力が出るそうっすね感じはあるじゃん。なんかダブル入り身なのかな。2回負けるまではいける形式。それもあるし、単純にやっぱゲームの人運要素の少なさみたいなのは、あるはありますよねやっぱり差は。確かにね。僕とか本当にビエルさんに憧れてポケモン対戦始めましたっていう人とオフ会で当たって、3ヶ月しかやってないですって人と、決勝トーナメントで当たって負けたことあるもん。気まず普通に相手のナットできつすぎて無理じゃんとか見て、そんな感じになったりとかしたりして、全然強いんだけどその人、にしても、3ヶ月の人にも全然実力や運とかコーチ会賞とかで負けたりっていうのは全然あるんだけど、スマブラはそれよりは全然負けなさそうだなって。負けないですね。3ヶ月の人に俺が負けたらそれも天才すぎますね。やばいね、その人も将来的に世界取るね。もう神ですね。それあるよな、そういうゲーム性もあってね、世界大会に出るハードルが高いからね。いやすごいね、そんだけ安定していってるのはね、いや本当にありがたいことにね。いやその肝心な時に勝つっていう、そういう運には恵まれてんだよな。運以外もあるだろうけどね。結構頑張ってるからね。そう頑張ってるから、ちょっと報われたりとかして嬉しいけど、今年もね世界大会、もうちょっとであるんだけど、8月末にあるんだけど、毎年見てはいるんでね。本当？応援は。いや応援しといて本当にしてますわ。今回も。いや優勝したいな。い
やチャンピオンズ盛り上がってるしね。盛り上がってんだよ。さすがに今熱すぎるから、熱すぎる、ザクレイさんから見ては熱すぎるんだ。熱いでしょさすがに。チャンピオンズ出たからね、いや結構スマホ版とかも出たりとかしてついに来て、環境も変わって、そう環境も変わってかなり盛り上がってるからね。結構なんかやってる人も見てくれる人もなんか増えてるイメージあるけど。イメージあるっすね。逆にスマブラさ、なんか最新のタイトル出たのあれ何年前なの？やばいっす。8年目っす今。8年目？まあ7年前っすね。だから出たの。えぐっ。やばいっすね。やばいね。はあすごいね。でなんかいやマジでなんか次出るのかな。いやまあ出たら熱いっすね。出たら熱いよね。出たらもう、のめり込みなんですけど。そうだよね。8年目か。8年目はやばいっすねさすがに。なんか追加キャラみたいなとかもあったりすると思うけど、もう全然追加されてないってことだよね。そうですね。もう5年前ぐらいが最後です、ね、めっちゃ環境とか変わんないのかな。もう時間が経ちすぎてしまったなっていう。経ちすぎてるね、でもそれでも一生味するぐらい面白いっていうね。面白くはありますねやっぱり、すごいよなスマブラって。なんかポケモンに比べてもなんか専門知識少なめでもなんか見やすいというかね。で俺でも見るもん、なんか今かがり火とかなんかあるじゃん、かがり火でなんかザクレイとコーラが戦ってるぞみたいな、なんかそういう熱いみたいな、友達とかドカ分けしてんの、俺も一回ね相手誰だったか忘れたけどね応援とかしてたりしたよ。マジっすか？そういう配信見てザクレイいいじゃんみたいな。やっぱ俺の中では一番やっぱザクレイ、スマブライコールザクレイなイメージあるからね。ザクレイ復帰して頑張ってるぞみたいなシーンでは結構ね見たりするからね。いやまたやっていきたいですけどね本当にね。いや競技でずっと戦い続けるのって本当にね。いや大変ですね。大変だよね。大変だと思います。絶対にポケモンでもそうだからね。なんか俺意味不明にまだ戦ってるからね配信者として、ね、意味不明にねいや確かにな。周りからしたらさもう一回世界取ったのにさもうなんか引退して配信者やればよくないみたいな感じ思われたりとかする。そういう人も多いですしね実際。でもなんか戦い続けたりするんだよな。いやそれはねすごいっすね、実際マジで。もう言っちゃ悪いけど年もねある程度そうなんだよ。いやとんでもない年じゃない33歳でゲーマー一筋ってなかなか、気合は入ってますねだいぶ。気合入ってまあ脳が追いつく限りはやっていきたいけどね、ちょっと脳の劣化も若干感じつつはあんだけどお互い頑張りたいですね。本当にね。なんか家着いたっぽいな。そろそろ出ますか。出ますか。いやなんかあっという間だったな。ほなじゃあゲームでも教えてもらおうかな。スマブラとポケモンやりましょう。やりましょうちょっとくぼみで飲みすぎてさ、酔っ払っちゃったからさ。僕もです。ちょっとハンドシェイクの店
行きたいからちょっとタクシー乗る。今から行くんすか？ハンドシェイクわかりました。じゃあ途中まで僕一緒に乗っていいですか？じゃあもちろん。はい、いいよ。はい、じゃあ行こう。はい、じゃあ運転手さんお願いします。いやちょっとねこういいっすねやっぱね、タクシー一緒にね乗れるのも。そうだね。だから俺だからいつもあったら一人で乗るからさ。はい。一人で乗るんすか？一人で乗るから俺電車移動なんで基本的に。いや僕らもですよ。なんかさタクシーで移動する人も結構いるじゃん。そうですね。道代とかもそうだし。俺基本電車だからさ。でもタクシー乗る時の楽しみがやっぱりその花輪さんが変な歌ってるSGA 佐賀の人がなんか企業の歌歌ってるCM。 そうあれは楽しみ。あれめっちゃ見ます。何の会社か全くわかんねえ。はいはい。でなんかそので台風の中レポートするみたいなシーンありますよね。あれは楽しみだね。ユニトモワークス。だから乗るときに今日も見れるかあれっつって乗るんですか？いないですそんな人。あれ楽しみに。あれ見てからそういうワークス見てからタクシー乗ろうっていう人いないんですよ。でもあれ俺も見ちゃいますめっちゃ。あれ何なんだろうっていう。つい見ちゃうんだよね。はいつい見ちゃいます。タクシーかで乗れるようには軽くなりましたよちょっと僕らも。その本当にここは乗ってもいいだろう頑張ったしみたいな時はもう乗るようにはしてます。山口の2人なんで、結局家も一緒なんで。もうじゃあ完全にちゃんと食えてるってこと？今んとこ M1 のおかげで、お仕事をいただいてる感じですね。花見さんはまあ大丈夫だし。本当っすか？なんか本当っすか？だからもう一個一個頑張ってもうやっていくしかねえわみたいな感じですけど。いや俺こういうの嘘つくの嫌だから、どうかわかんないよって人には、まだ切符持っただけだからねとか言って本当っすか？怖い今の。俺それ奈良原で言った。まだ切符持っただけだからな。ヤーレンズさんでその意見だったんですか？まあ厳密に言うと決勝終わった後はもう何改札通過したなみたいな話はしたけど、なるほど。決勝初めて行けた時にまあ切符持っただけだからって話。怖いんだよ。しかも俺が落ちたの。落ちたで切符持つだけだから。先にファイナル行ってますからね先に。まあね。そうなのになんか嫌味みたいな。俺が落ちた。そうか負け惜しみみたいな。負け惜しみみたいな。いやアメスタは大丈夫だな。面白い。本当っすか？画面越しにね。これなんかね自分らで言われたことだからなんかねあれだけど気持ち悪いけどなんか相田さん三四郎の相田さんがそうなんかね俺たち出だし1年目の時とかになんかまあ割と忙しいじゃない最初。そうっすね。その後になんかね3日ぐらいたまたまなんか休み連続であった日あったんだよね。でもずっとなかったからまともに休みが急に3日連続休みだから一瞬3日連続休みだとか思ってしたらなんかね道代が確か一緒にいてなんかね相田さんになんかねいやこれ大丈夫なんすかねみたいなこと聞いてちょっと不安になる。そうしたらいやいや大丈夫だよって言ったらなんかねテレビ越しからねなんか多分いいやつなんだろうなみたいなのが出てるから出てますね。多分大丈夫だよみたいな話言っててそれみたいななんか多分いいやつなんだろうなっていうのが見えるからそれがお笑い好きじゃない人とかが見ても見たらそれが伝わるからね多分大丈夫なんだろうなって。そうなんですよ2回なんか例えばじゃあなんかじゃあ面白くないとかなんだよこいつらみたいなのがじゃあなんか X で例えばあったとするじゃないですか。思っちゃいますもん。ちげえって喋ったら絶対いいやつだって俺はそこいいやつだって思っちゃいますよ。いいやつだから大丈夫だって大丈夫いいやつだから絶対山口も俺もいや変だよそれ返しがいいやつなのになもったいなそうか喋ったらいいやつなのに喋ったらいいやつなのにいや変だけどなそれ全国ツアーをさやるでしょ。そうですやってるんであるのか。そうか次トム・ブラウンさんももう何年もやってますよね。そうだね一応もうまだ出れるようになる前からそれさだから俺クレバーなやつだなと思ったよ。なんで？いやその
結構やっぱさ最初さ、ちょっともう違う仕事やってるぐらいさもうになるじゃん。最初ライブ中心だったけど、そっからテレビとかになったらちょっとなんつうのかな、ちょっともう違う職業ついたぐらいなんか。いやわかります。 M1 前と後では違いますね。違うのは違います。それって結構さ、やっぱ動き方変わるから難しかったりするから、なんかそのみんなそっちだけにやる人多い気するけど、でも単独ライブそこですぐやって、だから地に足ついてんな。嬉しい。すごい。いやクレバーだな。こんな動き、こんな別に適当なあれをクレバーと言ってくれるんです。クレバー。いやいやでも多分トム・ブラウンさんもそうだと思うんですけど、勝手にそうだと思ってるんですけど、結局漫才めっちゃ楽しくないですか？まあね。これ普通にもうでテレビとかで結構出たじゃない。まあまあ何個かは。その中で今んとこ一番楽しかったのは漫才になる。テレビの中でとかじゃなくて全部見てってことですか？なんかそうですね。だからテレビはまだ余裕なくて楽しいとかまでいけてないですよね。確かにそうか。で漫才はまあその2人だけの時間じゃないですか。コンビ2人だけの時間じゃないですか。だから別にで相方に別に山口に気使うとかなんか別にないじゃないですか。気使うとか。でもテレビはある程度俺ら以外の人もいっぱいいて、なんかそのね楽しいだけじゃない部分も、立ち位置とかあるしね。そういう呼ばれてる人の立ち位置。本当にそう、本当にそうです。そういうのも頭使ったりめっちゃ腹減るじゃないですか。腹減る。わかる。めっちゃ腹減ります。めっちゃ腹減る。わかる。わかるよ。めっちゃ腹減る。そうだからなんかね、だからやりたいっていうそのだし、M1 終わってからまあ言ったら M1 終わって、でまあセカンドも俺ら負けて、で今賞レースっていうのが今お笑いを始めて、それが頭にない状態っていうのが初めてで。そうだよね。確かにそうか。でその中での漫才がめっちゃ楽しいんですよやっぱ。なるほど。確かに向いてそうだねそっちの方がね。そうなんですよ。ずっとそれも言われ続けてて、賞レースってよりかまた違う感じだよねっていうのはなんか言われてたのもあったし、で今楽しいんで、なんか今この時の漫才自分たちもワクワクするなみたいな。なんか縛られてない違うものが出てくる、だからもうここでも一丁で夢でもあったんで全国行く、全国漫才で回るっていうのが。そうなんだ、だから羨ましかったですよずっと。いやその言ったらだって集客とかだってちゃんとないと回ることだってできないじゃないですか。そうね。だから自分たちだけで会場取ってとかだけだったら別にできるけど、でもちゃんとお客さんにも来てもらってっていう状況を作らないとできないことなので、それだから何年もやってるっていうのがすごいですよ。いやで俺ここ最近でお客さん入るようになったの。なんか本当なんですこれ。だって言いますよ、トム・ブラウンが一番いるんじゃないですか、根強いファンっていう。いやちゃんとだからそれこそ普通に「有吉の壁」で見て好きで来ましたけど、思ったのと違いましたみたいなあるよ。それはどう思ってたんですかね。どう思ってたんですかね。一応有吉の壁とかだとなんだろうな、なんつうのかな、まあポップな感じのやつというか、俺たち的にはポップの中に毒づいたものもあるつもりだけど、めっちゃわかるそれ。めっちゃわかります。そういうネタだけの人だと思ったら、なんか人殺しまくってることやってるみたいな単独ライブでとか。いやそのイメージでしょ。いや俺もねそう思ってたけど、ネタの中でそういうシーンいっぱいあるイメージでしょ。そうだよね。だけどそうやっぱそうじゃない視点で見てる人も多分そうか。でも広がった証拠ですよね。そうだね。だから全然俺は大丈夫ですね。それで言ったらでもね確かに人殺す系のネタではある。決勝で何人死んだんですか俺らの。超飛び出したもんね。そうっす。超があれね。だからでもそうっすね。そういうそうか。だからそういう意見とかもあったりするってことか。じゃあどういうことですか。そういう人だと思ってませんでしたみたいなのもあるんじゃないですか。いやだからそれこそ俺らラジオでちょっと騒ぎを起こしちゃって、それ俺噂はもちろん知ってたけどね、涙ね。
0時涙ね。だから0時涙も、あえて炎上と言わせてもらいますけど炎上して泣いちゃった芸人なんですよ僕、あんまりいないです。史上初ね。はい、史上初。それみんな聞いてたけど、俺この何日かで初めて聞いたから。あ、そうなんですか。俺が俺が最後かも。確かに最後の証人。いいね。いいね。そうだからあれも別にね、そうなんか思いの丈をぶつけたら、いやなんかそんな人だと思わなかったとか違うんだよ別に。そのまあ根っこの部分は変わって、いや俺らの伝え方完全ミスりましたけど、完全にミスりました。それはその関係ない人までなんか悲しい気持ちにさせたっていうのは完全ミスりましたけど完全ミスっちゃったっすけど、でもまあ変わってないですよ基本。その考え方とかは、いいものはいい、ダメなものはダメっていう考え方はなんか変わってないんで、でもまあ表現の仕方でそっちになっちゃう、勉強でしたねそれは。あれはでも本当にだから、まさにその強い人の立ち回りだねあれは。であれ怖いのが、その追加で撮ったラジオじゃなくて、まさにその炎上と言わせてもらいますけど、炎上したラジオの時って、山口も俺も全然違うことを喋ってるんですよ。全然。あ、そうなんだ。俺そっちはね聞いてないんだよね。泣いた方しか聞いてないんだよ。いいっす。いや絶対聞くよ。聞かなくていいっす。絶対聞くから。恥ずかしいんで。でもういろいろこうなんか思いも溜まってて、お互い個人的に溜まってることをこう喋ってて、全然噛み合ってないんですよ。ちゃんと振り返ってみたら。まあ出だし2ヶ月3ヶ月ぐらいってことでしょ。そうっすね。それ一番しんどいもんね。そうっすね。なんかもう変わりすぎたっていうのもありましたし、その今までと。でなんか本当にお互いが全然違うこと喋ってて、で聞いてる人はやっぱどんどんその想像が膨らんでいくというか、あそこでこう言ってるってでもう相手がこう返してるってことはこうってなってるけど、ほんと全然違くて、なんかそれもそれもミスってます。その全然冷静じゃない2人とも。いや最初だからしょうがないけどね。そうですね。なんかじゃあ例えばたまった時はもう言ってるんですか？布川さんもラジオとかでめっちゃ言ってますか？俺はラジオでめっちゃ言ってる本当に。もうでも別にそんななんないじゃないですか。別に炎上とかにはならないじゃないですか。そうかもね。それはでも俺なんだろうね、単純になんかなんだろうな、お笑いライブが好きな人、俺たちのお客さんあんまいないからね。なんか今でも単独ライブやったら、この前ね、札幌で一応ね、650キャパぐらいのところ2公演一応埋まってて、俺たち的には札幌で初めてやった時 2,30 人ぐらいしか来なかったのに、こんなに来て嬉しいですみたいな、第1回から来た人いますかみたいな手挙げてもらったら一人もいなくてね、いろよそういうのってさ、一応一人ぐらいいるだろ。言いたいそうね。って言いたいですもんね。どのライブからとかってやりたいですもんね。でできなかった。いねえ。なんだって。でその時に俺がその家で寝る前に考えたら、そういえば俺ライブシーンの時も初めて決勝行けた年 M1 で年も本当単独ライブやったけど、本当にね1ヶ月2ヶ月ぐらいずっとローソンチケット 1枚みたいな、ずーっとそうだったから、そうだ俺ずっと別にライブシーンのお客さんで人気なんてなかったんだったわと思って、そうで、アンケートとか見たらやっぱね、テレビで見た人ばっか来るんだ俺たちに。それすごいっすね。嬉しいけどね。それもいやめっちゃ嬉しいじゃないですか。テレビで面白いと思って、いやじゃあ現場で見てみたいってなる。そうだね、そうなってくれてるから、そりゃいないかっていうことだよね。そうか。でもラジオあれすごいだから、いや俺でごめんね、そっち涙の方に戻っちゃうけどさ俺涙で聞いててちょっと俺分かんない、他の人の見解を俺ほとんど聞いてないからさ、あれだけど、なんか人が来たんでしょ。人がなんかビールかなんかとかもありましたし、その後もね、でビールをその直接なんか直接会ったんでしょ、その人が来た出待ちで来たんでしょ。俺その時にさ、山口くんがなんかなんか謝りに来てくれたってこと？じゃあ今日はビール置いて家に来ちゃったことを、だから
M1 終わった時に、その夜ですよ。 M1 決勝終わって夜にビールが置かれてて、で俺は芸人の可能性もあるなと思ったんですよ。確かにまだギリわかる。だからっていう、でもこれ誰だろう、で誰かライブで一緒になった時実はあれ僕なんですよ、とかがあんのかなぐらいのって思ってて、別にそんなに気にしてない、じゃあ誰か後で名乗り出るかぐらいの感じだったっすけど、その後ちょっと経ってからのライブの出待ちであれ置いたの僕ですっていうお客さんがなって、で2人ともあってなって、山口も俺もってなって、で山口がってことは今日は謝りに来てくれたの、家に来たこと、その前も怒ってるんですよ。家に他の人が来て怒ったラジオ撮ってるんですよ。なるほど。いやそれはダメなものはダメだからっていう、でそのラジオも聞いてくれたんだよね、でもその名乗り出た今日来たってことは謝りに来てくれたってこと、家に来たことを、って言ったらいいよってなったっていう話なんですよ。あれはそう俺はあれで一番思ったのはさ、山口くんがさ、謝りに来てくれたってことって聞いたのが、ナイスガイだなって思った。ナイスガイですよね。あれかなりさ、俺ならよ、一発目でも本当やめなよそれとかって普通に言っちゃう。いやもちろんいいじゃないですか別に。でなんか言ってきたらちょっと本当もう普通に来なくてもいいからねくらいとか俺は全然言っちゃう。そのライブ自体も別に来なくてもいいからね。そう本当にやめてねそれみたいな。そうだけど一発そうちゃんとね置いたのがナイスガイだな。そうっすねかなり冷静。この意見は結構ある。いやでもそこを触れてくれたのは今布川さん初めてかもしれないです。だからそうなんですよね。あの中ではいいとこもあるんですよね。あれめちゃめちゃ本当ナイスガイだよ。女たち聞いてるかって話だよ。あれを聞け。そこの0時の涙とかもちろんいいけどあれ山口くんマジナイスガイだから。普通の男だったらいけないよそこで一回その引けないから。そっちの視点で考えないからお前かってなるからね。そこをもうちょっと聞いた方がいいぜ女たち。いい部分もあるけどそうもいかないのが世の中だっていう。俺なら全部向き合わないもんそれで。もうラジオとかでももういいやと思ってなっちゃったりするかもしれない。でもいいじゃないですかそれも。それもいいじゃないですか。俺がねもういいやっていうなったっていいじゃないですか。まあね確かにね。そうなんですよね。あれはねでもよかった。俺だから今聞いてもよかった。伝えときます。ナイスガイだ。めっちゃ嬉しいと思いますよ。ナイスガイ。布川さんに褒められる。いいね。絶対伝えておきます。まあでも全国ツアーだからあれじゃいつからなんだっけ？8月から始まって何箇所だったっけな、7かな、7か8。ほとんどさソールドアウトしてるでしょ確か。そうなんですよ。ありがたいことに。しかもさ場所がね俺たちと同じとこ結構多いんだよ地方とかね。そうですね。それでさソールドアウトしてるじゃん。ふざけるなよ。俺たちどうやっと終わってきたのね。そんなとこまで見てくださってるんですか？こいつら結構ソールドアウト見てる。だから確か埋まってないのが仙台ラララホール。そう仙台もでもそこももうあと多分もうほぼでしょ。すごいラララホール俺たちだから同じとこでやってるんですね。そうそれもそこね結構広いとこでそうですよね。もう埋まってんじゃん。すごいじゃんと思った。嬉しい。でも初回なんでね。今回だから絶対笑わせるから次も来てなっていう気持ちです。なるほど。来ましたか。次も来てな。ルフィ的な。次も来てな。あれどこだっけ仙台と？仙台で僕ら地元茨城なんで茨城はもう埋まってるよね。茨城埋まりました。あれどこ2カ所確かだったと思うね。どこだったっけ？仙台とあと福岡が追加であったんですけど、でもそこも多分もう入ってもらいました多分。すごいね。すごいっすよね。自分で言うな。そういやそれだから言ってほしい。ありがたいですマジでありがたいです。そこ仙台狙い目なんでしょうね。そうっすね。楽しいですよね多分ね。全国回ってる時って楽しい気持ちで多分回ってますよね。楽しいのはあるけどまあでも一応ね俺たちキングオブコントは出てるから今年も出るんだけど決勝行ってますからね。そうだから同時に
ネタ直しながらやってるから、うわだからこれこうかだからとか。好きなんだよな。だから多分その戦うっていうのがね、トム・ブラウンさんやっぱね。いやでもねえ、本当はでももうね、賞レースもずっと出る感じではいかないと思うけど。どうなんですかその気持ちとしては。まあ卒業かななのか、いや戦いたいよ、まだまだ戦いたくはないかな。でも出てるじゃないですか賞レース。そうだね。でもねやっぱそのね、なんで出るんすかみたいな人やっぱいるわけで。そのライバルたちがそうもうやめてくださいよみたいな。いやもう出るっすよとか、いや一枠減るじゃないですかみたいな。俺一枠減るじゃないですかって言葉がね、なんとね、一番嫌いかも。怖っ地球上にあるワードで飢餓とかより嫌いかも。飢餓より飢餓も相当嫌いじゃないですか。飢餓も相当嫌い。飢餓2位かも。1位が一枠減るじゃないですか。ムカついちゃうんですね。なんかいやそれはね、俺にってよりも、お前そんな感じでやってんのみたいな。大会いいっす、熱いわ。だからその魂でやるのよ。その勝ちに来いよってことですよね。そうマジそうだし、で強いやつが出てれば出てるほど、勝った時気持ちいいのお前だろっていう。いや別に俺との勝負じゃないから、そんなの一枠とかあと一枠とか言うな。確かにお笑いってそういうことじゃねえだろ。そうそれをなんか賞レースだとやっぱね、俺だから2回目決勝行ける時はもういないかなと思ったけど、一応テレビも 6,7 年は頑張ってきたつもりだから。でもやっぱりそのなんで減らすんすかみたいな、なんで邪魔すんすかみたいなこと言う人いたから、やっぱどんだけやっても一応いるのかと思ったら、出てるのちょっと嫌だなって気持ちにはなったけどね。いやでもそういう人に会いたくないというか。いや今でも思い出しました今、そのやっぱ戦う一番の多分、戦う瞬間に出くわしてて、布川さんに板橋で板橋のね、準決ですよね。あれラストイヤーですよね。そうだね、最後の年の M1 ラストイヤーの準決の前日ですよね。そう前日になんか絶対住んでないのに板橋いてね。あれ布川さんが声かけてくれたんでしたっけ？俺らが声かけたんでしたっけ？いや俺がね最強戦最強戦で2人で乗ってて、そうもちろん家帰ってましたからね。そういえば板橋の方で声かけてくれて、で何やってんすっていうか何やってんすかみたいになって、いや明日準決で飲みなんすかみたいな感じで本当に分かんなくてシンプルにボケるもツッコミもなくシンプルに聞いたら、その準決の前の日は家にいないんですよね、布川さんね。そうだね。賞レースの前日はもう俺いないかな、家に。もう精神統一でホテルに泊まるんですよね。まあなんかそうね、たくさん寝たいっていう。はい寝るのめっちゃ大事ですよね。まあそうめっちゃそれも分かりますし、でそのじゃあ飯行こうよって誘ってくれて、その前日にまあ俺らも負けてます、準々で負けてる状態で、あれそれはで俺ら次の年がラストイヤーっていう時ですよね。そう言ってたね。で前日にもかかわらず俺らにめっちゃアドバイスしてくれたんですよ。覚えてるそれね。で全部守ったんですよ。でも分かるわ。いやそれ言っていいですか、一個ずつ。いやちょっとタクシー着くから次の方がいいか。タクシー着くから次の方がいいか。そうかもう着いちゃいました。タクシー着いちゃうから。なんだよくぼみついちゃったか。じゃあまあいいや。くぼんでるね。くぼんでる。ここなら人の邪魔にならないんでちょっと止めてください、運転手さん。すいません。じゃあ5倍で。5倍なんだよな支払い。
す。